皆さんこんにちは。今日は私が以前購入してた2018年用のプランナーである自分手帳に関してちょっと話してみたいと思います。自分手帳をずっと文房具屋さんとかでずっと見てて、一回使ってみたいなと思ってて買いたかったんですけど、ずっとそれができなくて、今年やっと来年用で購入したんですけど、実はどうしたら効率的に使えるのかなっていう今ちょっと悩み中です。ずっと長くトラベラーズノートとか自分用にカスタマイズしたそういうダイアリーでずっと使ってたので、長くなんでこのようにちゃんとバーティカルタイプとか決まっている形式にどうやって合わせればいいのかっていうのが今ちょっと悩みの段階なんですけど、一応今自分手帳の場合は11月から記録できるようになっているので、ちょうど1ヶ月ぐらい使ってみて自分に合うかどうかとか、これからどう使うかっていうことを感じた部分をちょっと共有したくて動画を撮るようになりました。まずこれ私ブラック色のライフノートとアイディアノート全部入っているフールセットとして購入したんですけど、サイズはミニサイズです。で買う時にこういう風にセットで買うとこういう下敷きっぽいものがバンドと一緒に入ってるんですけど、これ固定する時にはすごくいいんですが、これ置いて使う時に結構浮いちゃうんですよ。それで使う時にこれ出してから使った方がいいのかなと思ってて、固定するのにはすごくいいんですけど、それ以外の使いどころとしてはちょっと下敷きとしてもここがあるから完全できないし、ちょっと必ず必要ではないかなっていう気はちょっとします。それで結局下敷きを買いました。はい。私の場合は結構万年筆使う時にもボールペン使う時にも結構使う方なので、結局これは買いましたね。で、自分手帳用に出ているグッズの中で一番使ってるものです。で、これがまたいいところはこういうふうにインデックスも役割のもやってくれるので、すごく便利に今は使ってます。で、今回はこの前のライフノートとか後ろのアイディアノートとかは置いといて、そしてこのダイヤルの中でもいろんな前のいろんなページあるんですよね。そういうところも置いといて、本当に実質的に使う月間とそして週間のバーチカルのところを見てみたいと思います。まずマンスリーの方なんですけど、私基本的に万年筆で書いてるんですよ。ですごく万年筆好きなので、ほとんどの筆記具が万年筆であって、万年筆で書けるものだったら何でも万年筆で書こうとするんですけど、この場合、自分手帳は万年筆で書いても全然問題ないいい紙を使ってますね。で、それですごくいいんですけど、ただ私が今使ってる万年筆が、このプランナーに使ってる万年筆が、このプラチナで出ているセンチュリーの UEF2 部です。で、UEF はウルトラ UEF なので、一番細い、そういう太さのそういう万年筆なんですけど、ちょっとこれが均質じゃないんで、同じ UEF なのにこのバーガンディ色のものは結構細かく書けるんですね。で、ブラックの方がちょっと太く出てって、普通の EF ぐらいの太さで出てくるんですよ。なので、ちょっと3ミリ方眼には入れにくい感がすごくあるんですよね。それでちょっと悩んだんですけど、それで今マンスリーの方は万年筆で書いてってるんですけど、それで習慣のところを書くときには万年筆じゃなくてボールペン使うようにしました。ですごく私マルチペンのものすごく好きな人なので、この色分けができるこのジェットストリームの0.38のすごく細いタイプのボールペンが入っている4色色と、そしてシャープペンシルが入っているその
ペンを使うようにしました。それで月刊の方はこういう形で書いてて、週刊バーチカルの方なんですけど、こちらがこんな感じですね。で、見たらわかると思うんですけど、こっちが万年筆で書いた部分、こっちも万年筆ですよね。それで次に実際的にボールペンで書いた部分がこの部分です。で、ここは出張中だったので一応黒で全部書いたんですけど、今こう見えるように、使ってるのがちょっとこう区分をしてて色分けをしてって書いてます。でこの青とかは学校とか仕事的な感じのところを青でやって、それで赤とか教会で私通訳とかやったりするんですけど、その日程とかいろんな行事を赤にしました。そして緑とかは、アルバイトとかいろんなレッスンとかその個人的な用事を緑に分けて、こういう色分けは私はすごく何年前からずっと使ってるシステムなので、自分的には慣れてるからこういう色分けで今使ってます。でただこの色をつけてる日程の場合は結構決まってるんですよね。なのでその1週間後のこの日程を、例えば今週なんですけど、今日が2日なんですけど、それで来週の日程の中で決まった日程はもうこういう風に色分けてもう先に記録することができます。なんでもう日曜の夜とか土曜の夜に先に来週の分を計画を取っておくっていう面ではいいと思いますね。でそれでその以外の部分をこういう風に黒で書いてるんですけど、これを使いながらすごく感じたのが、トゥードーリストをどこに書けばいいのかっていう部分ですね。こちらにトゥードーリストを書けると思うんですけど、こちらの部分は今ウィークリーゴールで使ってるんですよ。で今週にこの週にやらないといけないものとか目標とかを書いてて、それをチェックしてってこう毎日その日に該当するそのことがあるじゃないですか。それをどこに書けばいいのかっていう悩みの中で、結局はそのトゥードーリスト自体をその時間帯に合わせて書くようにしたんですよ。でそれで例えば3時から5時の間にっていうことをしないといけないっていうことになった時に、その3時から5時のこの間にこうやらないといけないものを書いてて、そこでチェックするように、チェックの記号は前のバレットジャーナルと同じ記号を使うようにしました。でそれでその時間ごとにやるべきことこうやらないといけない時間単位に記録してやったら結構人目に見えて分かりやすくなったので、いいかなと思いました。でただその時間帯に合う仕事だったらいいんですけど、その時間があんまり決まらなくって、今日中にこれはやりたいとか、この日にはこれはやっておきたいとかっていう部分もあるじゃないですか。それを書けるところがないなと思って、でそれで下とかで書いてもいいかなとは思うんですけど、ここを使ってしまうと別のメモを取ったりする場所がなくなってしまうんですよ。でそれで今ちょっと悩み中ではあるんですけど、一応はまずは、7時からのところには今は書いてます。私の場合は出勤がちょっと遅かったり、11時だったり1時だったりしてて、そして寝るのもすごく遅いんですよね。帰りも遅くて寝るのも遅いので、もうこのぐらいで寝ます。なんで逆にこの朝早い時間が空いてる時間なので、寝てる時間だったりするんで、そのところに活用はしてるんですけど、こっちの方がいいかこっちの方がいいかはちょっとまだ悩み中なので、12月までもちょっといろいろ試してみてから決めないといけないかなと思ってます。でとにかくはそういう風な感じで使ってるんですけど、でも結構何ていうか一目で時間の割合が分かってって自分がどう行動して動いているのかがちょっと見えてくるから結構いいなと思ってますね。でただちょっとこれは人によって
いいかも悪いかもっていうと思ったのが、意外と空間が狭いんですよ。でこれがミニサイズであることもあるかもしれないんですけど、3ミリ方眼ですよねこれが。で実際すごく細かいところであって、そしてやはりバーチカルタイプなので横の幅がすごく狭いんですね。なんで意外とちょっと何文字か書いたらすぐもう埋まってしまうんですよ。それで難行がすごく伸びてしまうし、でなるべく簡単になんか表現して書かないといけないので、なんていうか細かく長く説明するメモとか取るのは結構難しいんですよね。それで私の場合はこう細いタイプのペンが好きだし、そして字もちっちゃい方なのでそれでもなんとなくいけると思うんですけど、もし字が多かったり、太いペンが好きな方だったりすると結構ちょっとこれは狭くて使えないと思うかもしれないと感じました。なんで記録をいっぱい取ってる方の場合はバーチカルタイプのこういう形式はもしかしたら空間が足りないかなと思いました。で結構記録できる部分多いなと最初は思ったんですけど、意外と項目多くてもやっぱりこうっていうか絶対的な空間っていうか大きさの限界があるので、特になんかミニサイズだったりしてたので、その部分はちょっと考えてみた方がいいかなっていう気がしました。で実際1ヶ月使ってみてその部分が一番目立ちましたね。他の部分は結構なんかいろいろ記録しながら楽しみもあってて、はい楽しく1ヶ月は使ってたんですけど、ただしこれを楽しく使ってたのが、1年間ずっと持続できる書き方とか活用方なのかはもうちょっと使ってみないといけないと思いますね。なので今年の場合は自分でちょっとほぼ日両方買ったので、ほぼ日の場合は1日1ページじゃないですか。なんで両方使ってみてどっちの方が私に合うタイプなのかをちょっとこう比較してみようと思ってます。なんでとにかくとりあえずこれは11月の1ヶ月分を自分が使ってみて感じたことであって、もう完全に使い切ったわけでもないんですね。本当に最低限の自分がもう仕事関係とかトゥードゥリストとか必ず書かないといけない部分だけ試したところなので、また使い続けながら感じられる部分とかこの部分の良いところ悪いところを発見したりするんだったらまた共有できるようにします。はい、今日はもうこれぐらいにしたらいいんですね。はい、なので、はい、もうこれがもしこれから購入しようとする方には役に立つ情報になればいいなと思います。はい、それでは皆さん聞いてくださってありがとうございます。